ホッケーではサークルの中でディフェンスとオフェンスどちらが有利かっていうと、やはりオフェンスの方が有利なんじゃないかなっていうふうに思います。オフェンス側が反則をしても相手の一番深いところで反則が起きるので、戻ればそんなにリスクはない。ただディフェンス側が反則をしてしまうと相手に得点されるリスクもありますし、ホッケー特有のペナルティーコーナーっていう反則を与えてしまって守備者が不利な状態で相手の攻撃をさせてしまうっていうところではかなりオフェンス有利なんじゃないかなっていうふうに考えます。なのでオフェンス側はまずはサークルにボールを運ぶことっていうのが第一優先かなっていうふうに思います。サークルの中でも特にゴール付近のこういったところでここに対してボールを打ち込んでここでボールを触るっていうところがここのエリアでボールタッチしてゴールの枠の中に入れるっていうところではホッケーではここの得点率っていうのはかなり高くなります。とはいうもののやはり相手もディフェンスでサークルの中に入らせないようにするので、そういった時に打ち込み強打で打てばいいんですけど、ここには必ず相手がたくさんいるので相手は中をこう固めるので、こういった時にはこういったサイドから攻める。人がいればいるほどディフェンスが触ってさらにディフェンスの足に当たったりとか、速すぎてボールが速すぎて止めれなくてそれが相手の足に当たったりとか、本当に何が起きるかわからない。とりあえずサークルに入れるっていう、こともあります。あとはサークルの侵入はここからどこからでも侵入していいんですけど、やはりこういった角度ではなかなか得点、ここからシュート打ってもなかなか角度がないので、こういったところではペナルティーコーナーを奪ってペナルティーコーナーここから出してここから打てるので、こういう角度がないところから打つのではなくて反則取ってペナルティーコーナーを取ろうというふうに組み立ててくるチームも多くあります。このエリアにボールがいった時には相手が1人2人であれば個人技でドリブルでかわしてサークルに入るチームもありますし、自分たちでボールがあるってことは相手も寄るので逆にこう狭いエリアから脱却して逆サイドから攻めるっていうのがホッケーのセオリーかなっていうふうに思います。相手がいないところを攻めるっていうのが基本的なセオリーかなっていうふうに思います。もちろん左に振っといて右から攻めると左側の守備っていうのはかなり難しいので右から攻めるチームはありますし、ただやっぱり狭いと反則取って反則取って反則取ってってなるとかなり守られる確率が高いので、やはり広く使うために逆サイドの展開っていうのはかなり多いかなっていうふうに思います。